時短で、簡単にできるビーフシチューです。ミキサーで回します。野菜の濃度が、つきます。はい、大阪淀屋橋レストランプレスキューの佐々木です。今日はよろしくお願いします。今日はですね、ビーフシチューで、時短で、簡単にできるビーフシチューです。かといって、市販のビーフシチューとか、デミグラスソースのルーとかっていうやつを一切使いません。今日は必見です。なおかつ小麦粉一切使わずにちゃんととろみがあって美味しいビーフシチューをやりたいと思います。いわゆるグルテンフリーというやつです。これはぜひ、家庭でやってもらってもいいですし、お店でやってもらってもいいと思います。では早速始めたいと思います。ではまずお肉を焼いていきます。塊でやられるよりも、時短なんでこういうふうに、細かく切ってる方がいいと思います。並べていきます。両面塩をします。で、胡椒は後から振ります。焼いていくんで香りが飛ぶだけなんで、あんまり、胡椒は振りません。じゃあ、フライパンに少しだけ油を入れます。なぜかというと、バラ肉なんで油が噛んでます。ですからここからも油が出るんで、油は少しだけで強火でいいです。表面の焼き色、香ばしさを出すためにやります。そして片方の鍋、今日はこれがポイントです。時短の、圧力鍋を使います。よく圧力鍋の使い方がわからない、あと、蒸気が出るし開けるタイミングかとか怖いっていう人も多くて、意外と持ってても使わない人が多いんで、こちらを使っていきます。こちらには皮付きのニンニク、皮ついてます。これを軽く叩いてやります。軽く潰れる程度。なぜかというとニンニクの香りが欲しいだけなんです。ですからあんまりそのニンニクをみじん切りにしたり細かくして入れる必要はないです。ここに油を注ぎます。でこちらは弱火でまずニンニクの香りを出します。皮付きのままの方が煮崩れないんです。ですから後から取り出しますから取り出しやすいのもあります。はい、で、お肉を焼いていきますね。でお肉は、両面にきれいにこんがり焼き色がつけばいいです。よく全面焼き色をつけて、壁を作ってそこからうまみが出ないようにとか言うんですけど、煮込むんです。うまみは絶対出ます。ただ柔らかくしたいのと、香ばしさ、焼くことによってうまみが増すっていうのをやりたいだけなんで、両面焼き色をつけていきます。でお隣の弱火でニンニクの香りが出てきたら玉ねぎを入れます。全体的に焼けたら、お肉を一回取り出します。でこの汚れた油、これをまず捨てます。いいですか。でこのついでに少し汚れてるところ、これも取ります。でこのまま熱い状態の時に赤ワインを注ぎます。これがアルコール分を飛ばすのと、この今お肉焼いたうまみが下に
ついてるやつをこそげ取るっていう役なんです。だから赤ワインのアルコール分が飛んでなくてそのまま、煮込んでしまうと、酸味がすごく強い酸っぱいような、煮込みになってしまいます。ここでしっかりとアルコール分を飛ばしてやる。そしてこの鍋のフライパンの底についたうまみを取ってやる。これが大事です。アルコールが飛んだら火を止めます。玉ねぎが炒まってきたらさっきのお肉をここに入れます。そして調味料ですね。ケチャップ、ウスターソースで蜂蜜でチキンブイヨン、そしてこの、赤ワイン、アルコール分を飛ばした赤ワイン、よく混ぜてやります。ローリエ、だいたいこれぐらいだったら半分でいいです。半分入れます。あと黒胡椒少し、これで煮込みます。で圧力鍋はその鍋によって、多少違うんですけど、その鍋の使い方を見てもらったら分かると思います。でまずは、ここに入れて圧を上げていきます。蒸気が出始めたら、もう圧がかかって今煮込んでますよっていう状態なので、ここからは中火で結構です。でも弱火にしてこれが出なくなると、うまく煮込めません。中にはこう、蒸気が出ながら重りが揺れるやつもあるし、その鍋によって違いますけど大体一緒です。こう蒸気が出始めたら煮込んでいる。ここから、約20分で、煮込むことができます。はい、20分経ちました。はい、これを置きます。だいたいね、この圧がかかって開けるまでに、この場合はさっきの赤いやつが落ちたらとか、要は中の圧が少し、緩くなってきたらサインがあります。何分待ってくださいっていうよりも、これがこうなったら、この鍋の場合はさっき赤いポッチが出てたやつが、下に沈んだらってことです。そうするとこれを開けてもいいですよっていうサインです。で、この圧力鍋早く開けようと思ったらこのまま氷水で冷やしてもいいんですけど、家庭でやる場合、もしくは、お店でやる場合でもそんなに急いで、開けなくてもという場合はこういうふうにポンと置いとけばだいたい、5分もしないうちに開けれるようになります。でこういう状態で今煮上がってます。これ汁でしょ。で肉でここでもある程度、お肉の脂で濃度が出てます。ただお肉を取り出しますね。一回お肉を取り出します。煮汁、この中に玉ねぎがもう見えます。ある程度溶けて入ってるような状態です。やっと形を残してるぐらい。これをミキサーで回します。ブーンって。そうするとこの野菜の濃度が、つきます。味を足すことないです。小麦粉足すことない。これで、ビーフシチューが出来上がるということです。
煮込んだニンニクは、取り出します。こういう風にね、別で。ニンニクは好きな人はそのまま回してもらってもいいですけど、ニンニクは取り出してます。でこれで出来上がりです。で鍋にお肉を入れます。そしてこのソースを入れます。これ白く見えるのは泡が入ってるから白く見えるんで、この液体で、泡がなくなれば、ちゃんとした、ビーフシチューになります。で温めたら、お皿に盛るだけなんです。沸きました。味を見て盛り付けて出来上がり。はい、美味しいです。で今日の付け合わせはブロッコリーと、人参とポテト、これを塩茹でしてます。少しだけ生クリームを垂らしてやれば、ビーフシチューの完成です。はい、では早速いただきたいと思います。すっごい柔らかくて短時間で作ったとは思えない、本当本格的な味になります。ぜひ皆さん家庭でも圧力鍋に挑戦してみてください。